こんにちは。ゼナックフィールドスタッフの木下誠です。今回は、キャスティングゲームを、より快適により安全に楽しめるということを実践してもらいたいので、いわゆるマグロゲームのキャスティングの心得についてお話をしていこうと思います。まず大前提として、キャスティングゲームにはルールがあります。もうまずは必ずルアーを投げるときに投げますっていう一言を必ずかけてほしい。でその投げますっていう言葉を出すと同時に後方の確認、安全確認を必ずするということ、まずこれを大原則に覚えておいてください。キャスティングゲームでいざ魚のナブラが目の前にあった時とかに船のどこで待機をすればいいのかというお話をしていきます。例えば一番前に1人立っていて少し間を空けて後ろに人が立っているっていう光景をものすごく多く見かけます。一番前の人が上から振りかぶることを前提とすれば、釣り竿からはルアーが出ていてちょうど当たる場所に人がいるんですよね。本当に実は一番危ないんです。じゃあどの場所が危なくないかと言われたら、アングラーのなるべく横、まずはルアーが通らない場所に自分の体を置くこと、前の方に人が並んでた方がルアーが当たったりっていうこの事故がなくなるので、そこはすごく意識をしてほしいです。実際じゃあいざナブラがありました。で船長もそのナブラに向かって船を進めてくれて、さあじゃあいよいよキャスティングゲームを始めましょうとなった時に、基本的にナブラにルアーを投げるっていうことをそこにいる全員が平等に楽しめるっていうことをやりたいんですね。なので例えば一番正面に投げるにしても、1人が投げたらこの人は意図的に少し自分のポジションをこの先頭から動いてあげる。そうするとラインはこういう向きになります。で次の人がまた正面に向かって投げる。でだんだんとこうやって人が動いていってあげることによって、いわゆるローテーションをしてあげることによって常に空いてるスペースに全員がルアーを投げれるっていうことが可能になります。大事なことは声をかけながら自分が投げた後に他の人が投げれるようにちゃんと場所を作ってあげようというお互いの意識、これが一番大事です。じゃあ続いて魚も追われて動いていくし、船も行き足だったりでいろんなことでどんどん位置って変わっていくのが実際のキャスティングゲームになります。で例えばマグロに追われているベイト、ベイトボール、イワシとかもこの方向に逃げていきますという場合は、じゃあどうするかということをお話しします。それは実際にじゃあこの赤の先頭のアングラーがここにルアーを投げました。はい、赤の人投げました。でも船も進んでいく、魚も進んでいくといったら、この人はずれていってあげて魚が進んでる進行方向をオープンにしてあげて、次の人がまたこっちへ向かって投げていきます。でも魚も船も進んでいるのでこれがビューッとこういうふうにずれていって、次の人がまたここに投げれると、こういったことがこのローテーションでみんながうまく投げれるっていうのに非常に有効なことになります。じゃあ今度はですね、ほぼほぼ正面でベイトボールがもうギューッと固められて動かないような状態、ひたすらもうまっすぐでいけるんじゃねえかっていう時も、今度はかなり狭いスポットにみんながルアーを打ち込むことになるんですね。その場合にはまずまっすぐに投げた。で全員が回るとかじゃなくて、例えばこの右側の青の人、この右側の人がいやちょっとだけこっちへこのゾーンに投げたいっていう時には、ラインは当然空中でこうなります。ルアーを投げればこう重なりますよね。なので投げる前からちょっと上をかぶして
投げますって言って投げたと同時に自分のポジションをこの人の横にこうやってずらしてあげればラインが重なることなく2本きれいに並びます。でもこちら側の人はこの2つのラインに絡んでないところにルアーを投げてるんであれば別にあえて声をかけて動く必要はないので、全員が常にこう動かなきゃいけないっていうものではなくて、ちょっとしたとにかくラインがクロスしないこと、お互いがお互いを邪魔しないっていうことを大前提に一声かけて動いてあげることがもう基本中の基本になります。それが例えばじゃあこの状態だったのにいきなり急にこんな方向に魚がブワーッと出てきたって言われた時には、投げれる人が例えばこの人だったらもうこのまま僕あそこ投げますって声をかけてあげればいいし、一番こちら側の人もこの2人のラインがまだ水中にあってもちゃんとロッドを振って安全に投げれる状態であれば、こちらから投げた上で自分の体をこちらまで動かしてあげればこういうふうに重なることはなくなるので、そうやって声をかけてどんどん自分たちが安全確認をしながら動いてあげるということがとても大事なので、でもこれができている人たちって釣果もものすごく伸びますので、ぜひ意識して実践してみてください。ただこういうことも仲間内が一緒にね何人か船に乗ってたり、あるいはチャーターしている船だったらやりやすいんですけど、一人でね乗り合い船に行った場合にもうすでに自分の釣る場所が固定されて決められている場合もあります。なのでこういってね動いてもいいかどうかとかっていうのは基本的に遊漁船の船長の指示に従って確認を取ってやるようにしてください。続いて誘い出しでとっても大事な注意事項について今からお話をしていきます。まず、ナブラ打ちと違って船は基本的に横向けてずっと風とあとは潮によって同じ横向きで流れていくことが、多くなります。でその時に注意してほしいのは、この流れていく方向に例えばこちらからルアーを投げた方が飛距離は少し1メーター2メーター3メーターぐらい伸びるかもしれないけども、ここから投げられると釣り竿が船の中をブンブン振り回し、ルアーも船の中を通っていくというリスクが発生してくるので、極力船の反対舷、自分がルアーを操作する投げる方向の反対舷に体をポジション取って、そこから釣り竿を船の外側にロッドとルアーを出してそこから投げるということを必ず意識してください。それがまずやっぱり安全に楽しむということのまず基本になります。それが船の三好、前の方の人でも一番後ろの人でも基本的にはもうロッドは船の外側に出した状態から投げるということを意識してください。でマグロの誘い出しで大事なのは、一緒に乗ってる船の人たちで同じ方向ばっかりにルアーを投げないってことです。やっぱりみんなでなるべく広い範囲にルアーを投げて魚のバイトを誘うっていうことを意識してください。乗り合い船にしてもね、チャーターでもね、人いっぱいで乗る時もあります。こういう時どうしたらいいのか。それは1人が投げて、でじゃあ横の人はその人のルアーがある程度手前まで来てからヒューッと手前に来たところ、この辺までルアーが来たところでこの空いてる奥にこの人がルアーを投げるっていう、こういうね隣の人と前後のコンビネーションを組んであげると、お互いね、例えばこの時だったらこのエリアにこの人のルアー1つなので、ここにいっぺんに2つ入れることよりも魚は獲物を絞りやすいはずなんです。なので人間の立ち位置が近い場合でもルアーの前後差をつけてあげれば同じようにチャンスが来ると思うので、こういったこともぜひ試してみてください。以上が、マグロキャスティングゲームを安全に楽しむための、大切なお話です。これからこのキャスティングゲームに挑もうという方もこういった
ローテーションなり誘い出しでこういったことを考えればいいんだよっていうことを少しだけでも頭に置いた上でチャレンジをしてみてください。